私の名前は夏希。法人向けのコピー機を扱うメーカーの正社員で、主婦業と仕事を両立する生活を送っている。夫の広大とは仕事で知り合い、2年の交際を経て3年前に結婚した。取引先の社員である夫は、職場ではしっかり者な印象だったが、家ではだらだら寝てばかり。共働きなのに、家事はすべて私が負担するのが当たり前で、夫は私がいなければ何もできないほどだらしない。だらしなくて、ちょっと世間知らずなところはあるが、素直で明るい性格に惹かれて結婚した私。仕事と家事の両立は疲れるけど、夫と仲良く暮らしているうちは不満は感じなかった。しかし、最近になって夫にある変化が。残業が増えて毎日帰る時間が遅くなり、出張も急に増え始めたのだ。にもかかわらず、収入に変化はなく、本当に仕事で家にいないのか、不審に思い始めた。ある日夫から帰りが遅くなると連絡が来たので、本当に残業なのか問い詰めてみた。ねえ、最近やけに帰り遅いけど、本当に残業なの？なんだよ、疑ってんのか？勘弁してくれよな。こっちは残業続きで疲れてるんだから。普段あまり怒ることがない夫が、この時ムキになって怒った。それがますます私の不信感を煽り、夫の行動をチェックするようになった。残業だと言って帰りが遅くなると、夫から決まって香水の匂いがした。普段香水などつけることはないのに、残業の日に限ってつけるなんてどう考えても怪しい。他にも怪しい行動が続いたが、問い詰めたところで夫が浮気を認めるわけがない。人に家事や身の回りのことをやらせておいて、自分は他の女と浮気なんて、想像しただけで許せない。もし本当に夫が浮気していたら、すぐにでも離婚しようと思った。私はすぐに夫の浮気調査を開始。仕事帰りに夫の会社で待ち伏せし、出てきたところで声をかけずに追跡した。夫は残業と言いながら、定時ぴったりに会社から出て、家とは反対の方向に向かって歩き出した。向かった先は繁華街だった。夜の繁華街で何をするのかと思えば、キャバ嬢と合流してレストランで飲食を楽しんだ。もちろん相手の分は夫が支払った。店を出てからもさらに追跡すると、夫と女性はホテル街に消えていった。キャバクラの同伴ならそのまま店に行くだろうと思った。違ったということは、二人は恋愛関係にあるに違いない。証拠をつかまなければと思い、携帯でホテルに入っていく二人の姿を撮影し、その日は家に帰った。もう夫とは一緒にいられないと思った私は、証拠を突きつけて離婚することを告げようと思った。その日、夫が帰ってきたのは日付がとっくに変わった2時過ぎだったので、話すことはできなかった。次の日、話があると仕事中に LINE を送り、早く帰ってくるよう促した。夜になっていつもより早く帰ってきた夫はいつになく不機嫌だった。なんだよ話って。昨日見たよ。あなたと女の人がホテルに入るところ。え？なんであんなところにいたんだよ。もしかして後をつけてたのか？これが証拠よ。私が証拠の画像を見せると、夫はしばらく黙り込んだ後に、とんでもないことを口にした。バレたならしょうがないな。俺結構モテるからさ。向こうから誘ってきた場合って、俺悪くないよな。はあ？浮気したことには変わりないでしょ？しょうがないだろ。モテるんだから。ふざけないでよ。私は夫の開き直った態度に腹が立ち、
思わず大きい声を出してしまった。すると夫は私をなだめ始めた。まあまあ、落ち着けよな。頭冷やすために一旦実家にでも帰ったら？言われなくてもそうするわよ。もう帰ってこないからね。浮気したことを開き直って反省する様子もない夫に嫌気がさした私は荷物をまとめて家を出た。実家で過ごして気持ちを落ち着かせてから浮気相手のことを調べ始めた。最近までキャバクラで働いていた友人のレイナに連絡して相談があると言って呼び出した。そして夫の浮気のことを一通り話すと、レイナは、旦那最低だね、とドン引きしていた。レイナに浮気相手の写真を見せると首をかしげて、わからないなぁ、と言った。そうだよね。ごめんね、わざわざ呼び出して。その女、探し出してどうするつもりなの？とりあえず、反省しているのか知りたい。あと、夫が既婚者だってことを知ってるのかも。それ聞いてどうするの？それ次第で慰謝料のこととか考えたいの。これから弁護士に相談するつもりだからさ。そっか。ちょっとその写真貸してくれない？いいけど。現役キャバ嬢の友達なら知ってるかもしれない。なるほどね。レイナ、ありがとう。それから3日後、レイナから連絡が来て、浮気相手の正体が分かった。浮気相手の名前はセリカと言い、やはりキャバ嬢だった。最近周囲に彼氏ができたと話しているらしい。おそらくそれは夫のことだろう。レイナにお願いしてセリカに連絡してもらい、怪しまれずに呼び出すことができた。ファミレスで待ち合わせすることになり、レイナにも同席してもらうことに。店に現れたセリカはとても派手な印象で、私の顔を見て、誰？と言った。レイナは仕事のことで話したいことがあると言って呼び出していたらしい。見るからに地味な見た目の私が仕事の関係者ではないことは一目瞭然だった。不信感をあらわにするセリカに、単刀直入に夫の妻であることを伝えた。セリカはやばいという顔をしたが、堪忍したように席に座った。夫と同じく全く反省している様子はなく、なぜか終始強気な態度を崩さなかった。浮気の事実を問い詰めるとあっさり認めて、だから何？と言って私を睨んだ。自分のしたことが悪いことだって認識ないわけ？とレイナが私に代わって怒り出した。浮気される方に原因があると思う。だって見てわかるでしょ？誰が見ても私の方が若いし美人じゃん。セリカの言い分を聞いて私は頭にきた。ちょっと、あなた自分のしたことがどういうことかわかってる？好きになった人にたまたま妻がいたってだけで何が悪いっていうの？この人と話してても時間の無駄だと思った私は話すのをやめて店から出た。相手が反省していないことを知ったことで復讐心に火がついた私は次の日から早速次の行動を開始。まずは弁護士に相談し、夫とセリカに慰謝料を請求する準備を始めた。そんなある日、それまで一度も連絡してこなかった夫から突然電話が来た。もしもし？おい、お前今どこだよ？いつ帰ってくんの？帰るなんて誰が言った？私はこのまま実家にいるつもりよ。お前それでも俺の嫁か？いいから早く帰ってこい。夫はまるで自分が浮気したことをすっかり忘れているかのような強気な態度だった。浮気するような夫となんか一緒にいれないから。本当に帰ってこないつもりなのか？そうだけど。
あっそ、勝手にしろ。でも、家事だけは今まで通りやってもらうからな。はあ？当たり前だろ、嫁なんだから。旦那に尽くすのが嫁の仕事だ。すぐに帰ってきて、まずは家の掃除をしろ。洗濯もだ。お前が出てってから一度もしてないから、大量の洗濯物があるから覚悟しとけ。夫の言っていることは理不尽すぎて、私は全く理解できなかった。離婚の話を進めたかったのに、話にならないので、電話を切って無視することに。すると次の日再び夫から連絡が。なんで昨日来なかったんだよ。もう家中ゴミだらけだし限界だ。今日来なかったら離婚してやるからな。それが嫌なら今すぐ来い。離婚するから早く離婚届送ってくれる？ふざけるなよ。離婚する気なんかないくせに、今ならまだ許してやるから謝れ。許してもらわなくて結構です。浮気するような夫のために家事なんかするわけないでしょ？知ってるんだからな。お前が俺にハマってたこと。離婚なんかする気ないくせに、脅しのつもりかよ。私は本気だから。今あなたのこと弁護士に相談してるの。弁護士？上等だ。もうこっちも容赦しないからな。夫はそう言って電話を切ると、3日後に実家に離婚届を郵送してきた。離婚したくなかったら、誤って家事をしに帰ってこいという LINE が来たが、もちろん無視。私はすぐに離婚届を提出し、弁護士に内容証明を送ってもらうことに。内容証明が家に届くと、夫から怒りの電話が来た。おい、どういうことだよ。慰謝料なんか絶対払わないからな。私に言わないで弁護士とやりとりしてくれる？だいたい浮気したのはお前の責任なんだからな。お前が老けてババアになっていくから悪いんだ。何それ？地味なババアが嫁だと綺麗な若い子になびくのは自然なことだって言ってるんだ。わかったら俺のために女子力でも磨くんだな。そしたら浮気やめてやるよ。夫の最低すぎる言い分に、私はついに堪忍袋の緒が切れた。内容証明を送って慰謝料を支払ってくれたら納得するつもりだった。しかし、慰謝料を渋った上に、私を侮辱した夫のことを許すことなどできるわけない。私は浮気の事実を夫の周りの人間に暴露することを決意した。その時、ちょうどタイミングよくセリカから連絡が来た。おそらく夫から私の番号を聞き出したに違いない。もしもし。ちょっと、慰謝料って何？どういうことか説明してよ。妻がいる男に手を出したんだから、慰謝料請求されて当然でしょ？あんな大金払えない。あなたの夫は返すから、慰謝料の請求は取り下げて。そんな都合のいい話があるわけないでしょ？慰謝料は絶対に払ってもらうから。そんな。これからは私に直接連絡してこないでよね。用があるなら弁護士に連絡して。電話を切ってから私はセリカの電話番号を着信拒否にした。次の日から私は仕事の合間に夫への仕返しを着々と進めていった。まずは浮気の証拠写真を現像し、内容証明と一緒に夫の義実家に送りつけた。そんなことも知らずに夫から再び電話が。夫はかなり激怒した様子で、この後に及んでまだ家事をしに来いと言った。だらしなくて私がいなきゃ何もできない夫のことだから、家が悲惨な状態になっていることは想像できた。最初は激怒した様子で勢いよく私を責め立てたが、徐々に元気がなくなっていったかと思うと、突然号泣。お前がいなきゃ生活できないんだよ。頼むから戻ってきてくれよ。あの浮気相手に家事をしてもらえばいいでしょ？あいつとはもう別れたよ。
慰謝料請求されたことで俺を逆恨みしてるんだ。夫はセリカに振られて傷心しているようで、泣きながら戻ってきてほしいと言ってきた。今まで通り夫婦として暮らしていきたいという夫に、すでに離婚届を提出したことを話すことに。っていうか、私たちもう他人だから。はあ？何言ってんだよ。俺たち夫婦だろ？もうとっくに離婚届なら出したわよ。嘘だろ？勝手にそんなことして許されると思うなよ。今すぐ離婚はキャンセルしてもらえ。そんなことできるわけないでしょ。とにかくもうあなたとは他人だから。一緒に暮らすことは二度とないし、家事なんかもうやる必要ないの。すでに離婚したことを知ると、夫はかなり動揺していた。記入済みの離婚届を送ってきたのは自分なのに、なぜか私にはめられたと言って逆ギレ。この時はまだ夫は自分の置かれた状況を理解していないようだった。数日後、義母から電話が来て写真と内容証明のことを詳しく聞きたいと言われた。ありのままを詳しく義母に説明すると、呆れた様子で私に謝罪してきた。夫には説教するから離婚だけは思いとどまってと言われたので、すでに離婚届を提出したことを報告。しかも、記入済みの離婚届を先に送ってきたのは夫であることも伝えた。義両親は自分たちの息子がしたことを知り激怒。すぐに夫に連絡して義実家に呼び出し、長時間にわたって説教。夫は離婚届は脅しのつもりで送ったが、まさか私が本当に提出するとは思っていなかったという。離婚届を送ったことをひどく後悔しているようだが、時すでに遅し。もう離婚済みなので、私は慰謝料を支払ってもらったら縁を切るつもりだった。義両親は夫を散々説教した後に、絶縁を言い渡して義実家から追い出したという。実の親に見放されたことで途方に暮れた夫は、義実家から帰る途中で私の実家を訪れた。私の顔を見るなり、玄関で土下座して泣きながら何度も謝罪した。そんな夫を見てその場にいた私の父が激怒。浮気した挙句、私のことを召使いのような扱いをしようとしたことは絶対に許さないと言って追い返した。夫は実家の外でいつまでも大声で謝罪していた。窓を開けて近所迷惑になるので警察を呼ぶと言うと、泣く泣く帰っていった。それから義両親に促されて、夫は慰謝料を一括で支払った。財産分与はする必要がなかった。なぜなら、我が家の貯金はすべて私が独身時代に貯めていたもので、夫の財産はほとんどなかったから。夫と浮気相手から慰謝料が支払われたタイミングで、私は浮気の証拠写真と内容証明を夫の会社に送った。夫の会社は私の会社の取引先なので、事情を知ると、焦った様子で夫の上司が会社に連絡してきた。夫の浮気の事実を知った私の会社の社長は、夫の上司に対し不信感をあらわにした。すると、夫の会社はそれを重く受け止め、厳重に処分することを約束した。浮気して離婚したことが噂になったことで、会社に居づらくなった夫は、処分が下る前に自主退社。慰謝料を支払ったことで、わずかな財産もなくなり、仕事まで失った夫は、再び私に連絡してきた。おい、夏希、頼むから俺とやり直してくれ。もう浮気しないから。はあ？そんなの無理に決まってるでしょ？あなたと復縁する気はさらさらないわ。なんでだよ。会社も辞めて大変なんだよ。金もないし、家はゴミ屋敷だし、もう限界だ。全部謝るから、俺を助けてくれ。
もう頼れるのはお前だけなんだよ。自分のしたことをもう一度思い返してみたら？私はあなたとは金輪際関わりたくないの。だからもう連絡してこないで。あまりにもしつこく復縁を迫ってくるので、私は勝手に電話を切った。それから毎日のように私への愛を綴った長文の LINE が来るようになった。俺にはお前しかいない、愛してるなどといった寒いメッセージを見るたびに鳥肌が立った。毎日毎日そんなメッセージを見ているうちに、だんだん気持ち悪くなってきたので、私はとうとう夫の LINE をブロック。それから夫とは疎遠になった。仕事関係の共通の知り合いから聞いた話によると、夫は会社を辞めてから家賃が払えず滞納。数ヶ月にわたって滞納し続けた結果、マンションを追い出されてしまい、住む場所を失うことに。再就職もなかなか決まらず路頭に迷った結果、現在は派遣社員として寮付きの職場で働いているらしい。滞納した家賃は消費者金融で借金して払ったそうで、借金の返済に追われてすっかり老け込んだという。セリカはというと、レイナの話によると、夫と別れた後も再び妻子持ちと恋愛関係に。相手の奥さんから慰謝料を請求されたことでお金に困ったセリカは、キャバクラのお客さんに詐欺を働き、警察に逮捕されたそうだ。私は夫と浮気相手からもらった慰謝料でマンションに引っ越し、一人暮らしを始めた。一人暮らしなのでそれほど広くはないが、新しくて綺麗なマンションで快適に暮らしている。夫と離婚してから1年後、同窓会で再会した高校時代の同級生と意気投合。ほどなくして付き合うことになり、休みの日は一緒に旅行を楽しむなど充実した日々を送っている。夫の裏切りにより少し男性不信になりかけていたが、彼氏ができたことで徐々に克服。今では彼氏と信頼関係を築くことができている。ゆくゆくは再婚も視野に入れて真剣に付き合っているので、親に孫の顔を見せる日も遠くはないはずだ。これからはあんな夫のことは忘れて、彼と二人でいつまでも仲良く暮らしていきたい。もう浮気されないためにも、女磨きも怠らないようにしたいと思っている。